こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるーく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。今日は、お金を使わない休日17の過ごし方というテーマでお話ししていきます。休日になるとどこかへ出かけないともったいない。何かを買わないとちゃんと休んだ気がしない。せっかくの休日だから特別なことをしなければいけない。昔の僕もそんな風に思っていました。ショッピングモールへ行く。外食をする。カフェへ行く。目的がなくてもなんとなく街へ出る。もちろんそれが楽しい日もあります。でも毎週のようにお金を使って休日を満たそうとすると、財布だけでなく体力まで減っていきます。人混みの中を歩いて疲れる。帰りが遅くなり翌日に疲れを残す。使ったお金を見て少し後悔する。せっかく休んだはずなのに、なぜか月曜日の朝にはぐったりしている。生活費月11万円で暮らすようになってから、僕はお金を使わない休日を意識するようになりました。ただし、お金を使わない休日は我慢する休日ではありません。消費をしなくても自分を満たせると気づく休日です。今日は僕が実際にやっていることを中心に、お金をほとんど使わず楽しめる休日の過ごし方を17個お話しします。全部やる必要はありません。一つか二つ選んで今週の休日に試してみてください。1、朝の散歩をする。一つ目は朝の散歩をすることです。最近は朝でも暑い日が多いので、無理をしないことが大切です。気温が高い日はやめておきます。ただ、少し涼しい日や比較的過ごしやすい時間帯なら、朝の散歩はとても気持ちがいいです。休日の朝は平日のように目的地を決めなくてもいいと思います。近所を10分ほど歩くだけでも十分です。普段は急いで通り過ぎている道をゆっくり歩く。空を見る。木の葉が揺れているのを見る。少し遠回りして帰る。それだけでも頭の中の空気が入れ替わるような感覚があります。お金を使わなくても外に出るだけで休日の始まりをしっかり感じられます。2、コーヒーをゆっくり入れる。2つ目はコーヒーをゆっくり入れることです。僕にとってコーヒーは毎日のルーティンです。平日も飲みますが、休日は少しだけ丁寧に入れます。お湯が沸くのを待つ。ゆっくりドリップをする。香りが広がる。カップを両手で持ち、少しずつ飲む。ただコーヒーを飲むだけでも、急いでいる日とゆっくりしている日では全く違う時間になります。高級なカフェへ行かなくても、自宅で好きなカップを使い、香りを楽しむだけで十分に豊かな時間になります。休日は何をするかよりも、いつもやっていることを少しゆっくりやるだけでもいいのだと思います。3、図書館へ行く。3つ目は、図書館へ行くことです。図書館は本を借りなくても楽しめます。棚の間をゆっくり歩くだけでも心が落ち着きます。自分では探さなかった本が目に入る。知らなかった分野の棚で立ち止まる。タイトルや表紙を眺める。静かな空間で他の人もそれぞれ自分の時間を過ごしている。あの空気が僕は好きです。冷房が効いている時期なら、暑い日の避難場所としても助かります。もちろん借りたい本が見つかったら無料で持ち帰って読めます。お金を使わずに新しい世界へ触れられる場所です。4、積読を読む。4つ目は積読を読むことです。買ったまま読めていない本、途中まで読んでそのままになっている本、昔読んでもう一度読みたいと思っていた本。休日はそういう本を開くのにちょうどいい時間です。新しい本を買わなくても、家の中にはまだ読めていない言葉がたくさん残っています。僕は以前読んでよかった本を読み返すこともあります。一度目に読んだ時には気づかなかった言葉が今読むと心に残ることがあります。
また、Kindle で新作や読み放題の本を探すのもいいと思います。すでに契約しているサービスの中で新しい本を見つけるなら、追加で大きなお金を使わずに楽しめます。5、部屋を1箇所だけ片付ける。5つ目は、部屋を1箇所だけ片付けることです。休日だからといって家中を大掃除する必要はありません。机の引き出しを1段だけ、洗面台の下だけ、冷蔵庫の1段だけ、カバンの中だけ、場所を1つだけ決めて短時間で片付けます。部屋全体を見てしまうとやることが多く感じて始める前から疲れます。でも1箇所だけなら10分や15分で終わります。少し整った場所を見ると不思議と気持ちまで整います。休日に何か一つ終わらせたい人にもちょうどいい過ごし方です。6、昼寝をする。6つ目は昼寝をすることです。休日に昼寝をすると時間を無駄にしたような気持ちになる人もいるかもしれません。でも眠いのに無理をして起きていても楽しい時間にはなりません。頭が重い。何を見ても集中できない。スマホを眺めているだけで時間が過ぎる。それなら20分でも30分でも眠って体力を回復させた方が午後を気持ちよく過ごせます。休日は予定をこなすための日ではありません。平日に使った体力を戻す日でもあります。罪悪感を持たずに眠れることも休日の特権です。7、近所をカメラで撮る。7つ目は近所をカメラで撮ることです。特別な観光地まで行かなくても写真を撮ろうと思って歩くと普段の景色が少し違って見えます。雲の形、道路に落ちる影、古い建物、公園のベンチ、電線の間を飛ぶ鳥、スマホのカメラでも十分です。大切なのは綺麗な写真を撮ることではありません。いつもの景色を少し丁寧に見ることです。写真を撮る目的があると、近所を歩くだけでも小さな旅のようになります。後で見返すと、何でもない一日がちゃんと記録として残ります。8、昔好きだった音楽を聴く。8つ目は、昔好きだった音楽を聴くことです。学生時代によく聴いていた曲、通勤中に繰り返し聴いていた曲、落ち込んだ時に助けてもらった曲、久しぶりに聴くと、その頃の空気まで一緒に戻ってくることがあります。新しい刺激を探さなくても、自分の中にはすでに大切な音楽が残っています。休日は音楽を流しながら何もしなくてもいいと思います。昔の自分を思い出したり、今の自分との違いを感じたりする。音楽を聴くことはお金を使わずにできる小さな時間旅行のようなものです。9、ノートに考え事を書く。9つ目はノートに考え事を書くことです。頭の中だけで考えていると同じことを何度もぐるぐる考えてしまいます。最近気になっていること、今不安に感じていること、これからやってみたいこと、やめたいこと、答えが出なくてもいいので思いついたまま書きます。文章としてきれいにまとめる必要もありません。単語だけでも箇条書きでも大丈夫です。ノートに書くと頭の中にあったものを少し外へ置けます。誰かに相談するほどではないけれど、ずっと気になっていることを整理する時間として休日のノートはとても役立ちます。10、スマホを置いてぼーっとする。10個目はスマホを置いてぼーっとすることです。何もしない時間があると僕たちはすぐにスマホを触ります。SNS を見る、ニュースを見る、動画を見る。次々と情報を入れていると、体は休んでいても頭はずっと働き続けています。休日くらい10分だけでもスマホを別の場所に置いてみます。椅子に座る、天井を見る、外の音を聞く、コーヒーを飲む。何も考えなくてもいいです。最初は落ち着かなくても、少しずつ情報が入ってこない静けさに慣れてきます。ぼーっとする時間は何も生み出していないように見えます。でも、頭の中を休ませるためには、こういう空白が必要なのだと思います。11、パートナーと喋りながら料理をする。11個目は、パートナーと喋りながら料理をすることです。外食へ行かなくても、2人で料理をすると
食事そのものが休日のイベントになります。冷蔵庫にあるものを見て何を作るか決める。片方が材料を切り、片方が焼く。最近あったことを話す。味見をしながら少し笑う。豪華な料理でなくても構いません。簡単なパスタや炒め物でも一緒に作る時間が楽しいものになります。一人暮らしの人なら好きな音楽やラジオを流しながら自分のためにゆっくり料理するのもいいと思います。食事はただお腹を満たすだけでなく休日の時間を豊かにしてくれます。12、YouTube でポッドキャストを聞く。12個目は YouTube でポッドキャストを聞くことです。休日は動画を見たい気持ちはあるけれど、画面をずっと追うのが疲れる日もあります。そんな日は耳だけで聞けるポッドキャストやラジオがちょうどいいです。料理をしながら、部屋を片付けながら、ベッドに横になりながら、散歩をしながら、画面を見続けなくても誰かの話をゆっくり聞けます。普段なら見ない長めの対談や考え方について話している番組を聞くのも面白いです。情報を詰め込むというより、誰かの話を隣で聞いているような感覚で楽しむくらいが休日には合っています。13、湯船にゆっくり浸かる。13個目は湯船にゆっくり浸かることです。普段はシャワーだけで済ませている人も、休日は少し時間をとって湯船に入ってみるのもいいと思います。入浴剤を一つ入れる。照明を少し暗くする。スマホは持ち込まない。肩までお湯に浸かり、ゆっくり呼吸する。特別な場所へ行かなくても、自宅のお風呂で体を緩められます。高価な入浴剤でなくても、香りが少し変わるだけで、いつものお風呂が休日らしくなります。お風呂から出た後に、冷たい水やお茶を飲む時間まで含めて、小さなご褒美です。14、ベランダや窓辺で過ごす。14個目は、ベランダや窓辺で過ごすことです。今の季節は暑いので、無理に外へ出る必要はありません。冷房はちゃんとかけて快適な室温にします。その上で窓の近くに椅子を置いて外を眺めながら過ごします。空を見る。雲が流れるのを見る。雨が降っている音を聞く。外を歩く人や車をぼんやり眺める。自宅にいながら少しだけ外の気配を感じられます。ベランダに出られる気温なら短時間だけ外の空気を吸うのもいいと思います。何かをしなくても窓辺に場所を変えるだけで気分が少し変わります。15、1週間を振り返る。15個目は1週間を振り返ることです。休日に少しだけ時間を取り、この1週間を思い出します。うまくできたこと、疲れたこと、楽しかったこと、思ったより時間がかかったこと、来週は減らしたいこと、振り返りというと反省会のように感じますが、自分を責める必要はありません。今週は疲れていたな。予定を入れすぎたな。この仕事は意外と楽しかったな。そのくらいの気づきで十分です。自分の暮らしを少し離れた場所から眺めると、来週を楽にするヒントが見つかります。16、やらないことを決める。16個目は、やらないことを決めることです。休日になると、平日にできなかったことを全部取り戻そうとしてしまいます。掃除もしよう。買い物もしよう。勉強もしよう。運動もしよう。連絡も返そう。でも全部やろうとすると休日まで仕事のようになります。だからやることを決める前に今日は何をやらないかを決めます。今日は部屋全体を片付けない。今日は仕事の連絡を見ない。今日は遠くまで出かけない。今日は何かを買わない。やらないことが決まると残った時間を安心して過ごせます。休日を守るためには予定を入れることより予定を入れない勇気の方が大切なこともあります。17、早く寝る。最後17個目は早く寝ることです。休日の夜は明日が休みだと思うとつい夜更かししたくなります。動画を見る。SNS を見る。もう一本だけと何度も延長する。でも休日の最後に睡眠を削ると次の日の午前中がなくなります。せっかくの休日が寝不足の回復で終わってしまいます。僕は
特別な予定がなければ、休日も早めに寝る方が好きです。少し早く布団に入る。静かな音楽やラジオを聴く。眠くなったらそのまま眠る。休日を最後まで使い切るのではなく、少し余らせて終える。そうすると次の日の朝も気持ちよく始められます。ここまでお金を使わない休日の過ごし方を17個お話ししました。振り返ってみると、休日を楽しむために大きなお金は必要ないのだと思います。むしろお金を使わない休日の方が体力まで残ることがあります。人混みへ行かない。長時間移動しない。買い物をして判断に疲れない。帰宅時間を気にしない。自分のペースで過ごせます。もちろん旅行へ行く休日も外食をする休日も買い物を楽しむ休日もあっていいと思います。お金を使うことが悪いわけではありません。ただ、休日を楽しくする方法が消費だけになってしまうと、お金がないと楽しめないように感じてしまいます。でも実際には、家の中にも近所にもすでに楽しめるものはたくさんあります。まだ読んでいない本がある。久しぶりに聴きたい音楽がある。少し片付けたい場所がある。話したい人がいる。ぼーっと眺められる空がある。お金を使わない休日は何もない休日ではありません。今あるものをもう一度楽しむ休日です。僕は休日を特別な一日にしようとするより、平日に減ってしまった自分をゆっくり元に戻す時間にしたいと思っています。体力を戻す。頭の中を静かにする。部屋を少し整える。大切な人と話す。来週の自分が少し楽になるように終える。そういう休日の方が僕には合っていました。最後に今日の話を一言でまとめるなら、お金を使わない休日は我慢する休日ではなく、消費しなくても満たされることを思い出す休日です。今週の休日は何か一つだけでもゆっくり試してみてください。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。